改めまして、メルと言います。30年前、元走り屋 AE86 に乗る峠小僧でした。このチャンネルでは、レーシングシミュレーターアセットコルサを使って、30年前当時の私自身が乗っていた AE86 を再現した車に乗り、AE86 の魅力をお伝えするチャンネルです。どうぞ、動画の最後までお付き合いいただき、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、たまに視聴者様から、私がいつも乗っているこの ML865 トレノのボンネットに、何が書いてるのという質問を受けることがありまして、実は、かの有名なスーパードリフト YouTuber のロキタマ師匠の直筆サインが書いてあるんです。そんなロキタマ師匠がですね、ちょうど1年前、ロキタマチャンネルの方で、この私が乗っている ML865 のレビューの方を、取り上げていただいたり、私の、ドリフトレッスンにもですね、よく付き合ってもらっていました。そのロキタマ師匠のですね、チャンネル動画の中で、私が個人的に気に入っている、ドリフトシーンを、少しピックアップしたいなと思うのですが、こちらがですね、ワイルドスピード半の乗っていた FD3S に乗ってですね、ロキタマ師匠が大黒運島でドリフトをしまくるというものなんですけど、こちらの動画はですね、この大黒運島のガソリンスタンドでですね、なかなかこのドリフトをし続けて、なかなか給油しないっていうですね、またこの、どうですか、このドリフトのテクニック、もう驚きなんですよね。なかなかここまでドリフトコントロールできないですよ。やっとつきましたね。やっと給油できるという、すごいんですね。はい、お次はですね、8階建ての立中に来てるんですけれども、なんと狭いスロープをですね、ロキタマ師匠が屋上まで、ドリフトし続けて登り切ってしまうという、衝撃のドリフトシーンであります。ぜひご覧ください。そしてですね、3本目に、紹介させていただくのが、このロキタマ師匠がですね、自動車学校、なんと教習所をですね、このハイパワー車でですね、ドリフトし続けるという、この、見てください、この S 字をですね、ドリフトしちゃうというですね、なんと衝撃なシーンがあまりにも多すぎる、そんな映像なんですけれども、なんとここも縦列駐車をこんな風に止めちゃうというですね、もう本当に驚きの、シーンがもうてんこ盛りの動画なんですよね。こんな風に教習所を走るっていうのはちょっと理解できないんですけど、またもう S 字をですね、狭い S 字をドリフトし続けるというですね、これでドリフトは、終了となっているんですけれども、この神レベルですよ。本当に人のレベルじゃない、ものになっています。はい、それではですね、私もこの教習所ドリフトに挑戦してみたいと思うのですが、まずはこの教習所、外から見るとこのような感じです。で、まずは、校舎を、直線して、外周を走ってですね、まず1本目を右折します。右折すると S 字が見えてくるので S 字をクリアして、で、信号を抜けて外周にまた戻ると。で、外周に戻ったら1本目をですね、右折して、そこに、縦列駐車をしてしまう。これはスピーダーの要領だと思うんですけれども、ここからですね、また外周に戻り、ドリフトをし続けて、1本目、2本目ですね、2本目を右折で S 字をクリアして、終了となります。はい、ということでですね、まずは私ですね、この教習所ドリフト、挑戦する前にですね、まずは、ちょっと下見で、走ってみたいと思います。まずは今外周を走って、1本目はですね、右折します。で、右折をすると、左側にですね、S 字があります。で、この S 字、私、この縁石全く見えておりません。足元がトリプルモニターではですね、私全く見えないんですよね。ロキタマ師匠、一体どういう車両感覚を、ちょっと縁石を乗り上げてしまいましたが、
どういった車両を確保しているのでしょうか。またここからですね、外周に入り、ここの路地を、右折して、で、ここでですね、右側に、スペースがありますので、ここに、スピンターンで縦列駐車を、押し込むというものになっております。で、一旦ちょっと切り返してですね、ここからまた外周に戻りたいと思います。ここで縦列駐車のところですね。で、外周に戻り、でもロキタマ師匠、ここでもドリフトしておりましたよね。ハイパワー車なのか、ちょっとこの A86 だとですね、響きすぎて、ドリフト、ちょっと心配ではありますが、で、ここで、このまま左側に S 字ということなんですけど、この非力な A86 ではですね、さすがにあそこでそのまま押し込むのはちょっと難しいかなと思いましたので、私ですね、こちらの反対側からですね、一周してから、ここで左折でドリフトしながら、S 字に入っていきたいなと思います。ただこの S 字、私、全く足元が見えておりません。なかなかこれは厳しいですね。一応こんな感じで、私トライしてみたいと思います。それでは、教習所ドリフトに私挑戦してまいりたいと思います。まずはですね、ここから加速しながら、ドリフトに持ち込んで、1本目はですね、右折、ここから S 字で、いけるかなと思うんですけど、全くやっぱり足元が見えていない。また、パワーもちょっと、縁石に乗り入れてしまいました。難しい。ここから振り返して、ドリフトに外周に入って、ここからですね、スピンターンで縦列駐車。私ですね、もともとスピンターンはですね、30年前からやっておりますので、ここは難なくクリアできたかなと思っております。ここから、ちょっとなかなかやっぱり非力な、この ML86 は AE86、どうしてもちょっとアスファルトで、ドライのですね、アスファルトだと、やっぱりドリフトすると実車でもそうなんですけれども、やっぱりストールしてしまうんですよね。で、ここから S 字は、やっぱりダメですね。全く足元が見えておりませんね。これは厳しい。で、もう一つちょっと挑戦させていただきます。今度こそはいけるかな。ちょっとやっぱり難しい。クラッチで繋ごうとしてもちょっと難しいな。もう一回だけ行かせてください。ダメだ。ちょっと縁石に乗り上げてしまっておりますが、ちょっと、響きで。2足だと厳しいな。さすがに、結果ですね、ドクタマ師匠はやっぱり神でした。という結論に至りました。はい。ということで、本日の動画もいかがだったでしょうか。私、以前はですね、このドキタマ師匠と、私、ご近所ということもあって、よくドキタマ師匠のスタジオにお邪魔したりとか、あとですね、よく一緒に飲みに出かけるようなことが多かったです。で、目の前でですね、ドキタマ師匠のスタジオでドリフトを見させていただいたんですが、正直、人のレベルを超えてます。もう、正直、神ですね。また今後もですね、私、ドキタマ師匠の走りに挑んでまいりたいと思いますし、またレーシングシミュレーターアセットポルサや AE86 について出てまいりたいと思います。また、皆様の感想や、コメントもですね、お待ちしております。あと、チャンネル登録と、通知と、高評価、こちらもよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。